皆さんこんにちは、ピカルです。今日の動画はユニクロ GU H&M のお洋服を使った6月の1週間コーデをお届けしたいと思います。はい、というわけで6月になりましたね。まだちょっと肌寒い日があったり、でも蒸し暑かったりとか、本当に読めない気温だったり天気もあると思うんですけど、今回の動画は30代の私がリアルな1週間コーデをユニクロ GU H&M で初夏のお洋服の買い足しコーデということでお買い物に行ってきました。今回も本当に可愛すぎるアイテムをたくさん見つけてきたので、ぜひ皆さんのお買い物の参考になれば嬉しいです。動画で紹介しているアイテムは全て概要欄に貼っているので、気になった方はそちらをぜひチェックしてみてください。全部で7個でお見せしていくので、ぜひ動画最後まで見ていってください。このチャンネルではおしゃれなヒントやリアルな着こなしを紹介しています。悩みを解決するような動画をお届けするので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは動画スタート。はい、というわけで1着目は H&M のシャツワンピを紹介していきます。これはもう見た瞬間即買いでした。すごい夏っぽくて可愛いのでお見せしていきます。少し大きめのカラーが特徴なワンピースになってます。お袖は半袖でちょうどいいくらいの丈感です。ボタンは上まで閉まらないタイプで、こんな感じでちょっと開いたようなデザインになっているので、インナーは少し見えてもいいようなものを着た方が良さそうです。素材を近くで見るとこんな感じです。さらっとしていて夏にぴったりな素材です。でも白でちょっと透けやすいので、中はペチコートを着ています。ペチコートはついていないので自分で用意する必要がありそうです。そしてこのワンピースの私の一番刺さったポイントは、このレオパード柄のベルトがついてるところです。この白にレオパードっていうのがね、すごくポイントになって素敵だなと思ったポイントでした。この同色系のバッグを合わせると本当に夏の素敵なお姉さんっていう感じのコーデになります。つけてるネックレスは GU のものです。これもすごくよくて、ちょっと首が開いたお洋服とかにさっとつけて綺麗めな印象になるので登場頻度が高いです。そしてスカートのシルエットを見ていきましょう。これもね、私的にすごく刺さったポイントで、変形の形になってます。前が少し短めで後ろに向かって長くなっていくようなデザインになってます。本当に私アシンメトリースカートとか本当に大好物で、このシンプルなデザインの中にもこういうね、裾にポイントがあるっていうのがまた大人な雰囲気を演出してくれます。こうやって歩くたびふわふわ揺れるスカートが本当に素敵です。ポケットはついてないので、ちょっとこう荷物を入れるのとかちょっと不便かなと思うんですけども、本当にデザインが素敵なので全然着れます。やっぱりスカート部分もつけやすい素材になっているので、私はこうやって中に GU のペチコート入ってます。これ本当に使えるのでおすすめです。そして足元のサンダルもこちらは H&M のものです。やっぱり最近はもうぺたんこばかり履いちゃって、どうしてもきれいめなお洋服の時に若干困っちゃうんですけど、これはね、ほんの少しだけヒールあります。でもデザイン的にきれいめにも合うので登場頻度は高くなりそうな感じです。こちらがユニクロセシリー・バンセのコラボのシャーリングトップスのノースリーブバージョンになってます。首元が丸く作られていて、お袖と裾にフリルがついたようなデザインになってます。
この身柄のところがシャーリングになっていてゴムになっているので結構伸びるデザインになってます。右側のサイドにフリルのポイントがついています。こちら私は S サイズを購入したんですけど、かなりコンパクトなサイズ感なので、もし店舗であったら試着してみる方がいいかなと思うんですけど、普段よりワンサイズ上を着てみてもいいんじゃないかなと思います。私は結構タイトめに着たかったので S サイズ購入したんですけど、思ったより丈も短いしかなりフィットするような感じなので、もうちょっとゆったり着たいよっていう方は、サイズ上げてもいいかなと思いました。後ろから見るとこんな感じです。結構ね、お袖もしっかり開いていて、脇はかなりフィットしているのでインナーは見えにくいとは思います。裾はこんな感じになっていて、次はスカートを見ていきましょう。こちら GU の新作のものでブラックとホワイトあったんですけど、私はブラックを購入しました。オンラインのレビュー見てると結構ウエストのゴムが大きいみたいな感じで書いてたので、私は S か悩んだんですけど XS にしました。本当にウエストゴムで履く感じなので XS にしたらやっぱ腰回りはちょっと細いなという印象です。スカート自体は伸縮性がないので、私はちょっとスリムに着た方がスタイルアップするかなと思ったのでこっちにしたんですけど、もうちょっとゆったり着たいっていう方はいつものサイズでいいかなと思いました。スカートの全体はこんな感じです。ほんのりフレアになっているシルエットで、私が身長162センチなんですけど、膝下20センチくらいの丈感です。ただ丈感はこのウエストの履く位置で多少は調整できるので、短くもできるし、ちょっと腰履きで長めに着ることもできます。完全ウエストゴムなのでポケットとか何もついていないです。横から見るとこんな感じです。かなりスリムなシルエットにはなるので、ちょっとご飯食べた後とかはお腹ぽっこりが目立つかなと思いました。後ろから見るとこんな感じです。生地はサテン生地になっていて、つるっとしてほんのり光沢感があるような感じです。で、気になる裏地なんですけど、こんな感じでちゃんとついてますね。ただ私はブラックを購入したので透けは気にならなかったんですけど、色違いのホワイトの方だと、裏地ついていても多少は透け感は出るんじゃないかなと思います。ただホワイトの方も夏っぽくてすごく可愛かったので、色違いで買ってもいいかなと思いました。履いてるお靴は H&M のものです。メッシュになってるフラットシューズです。これめっちゃ可愛いんですけど、私お外で履くと結構この網目がこの指に当たっちゃって靴ずれしました。最初だけなのかなと思うんですけど、それ以来あんまりお外では履かないので、ちょっと最近撮影用になっちゃってるんですけど、もうちょっと靴下合わせとか履き慣れてきたらいけるのかなとは思うんですけど、でも可愛いのには間違いないですね。はい、そしてお次がすべて H&M のアイテムになってます。今回は私にとっても初挑戦なアイテムが2つあって、1つがハーフパンツ、そして2つ目がつけスカーフです。はい、というわけで見ていきましょう。まずこちらのドレープトップスになってます。生地は割とサラッとした生地感になっていて、夏でも涼しげに着れそうな感じです。右肩が結ぶタイプになっていて、左右でデザインが違うアイテムになってます。そしてポイントがウエスト周りのドレープなんですけど、これ本当に細見え効果がすごいです。なんかウエストがキュッとくびれて見えるような感じがします。サイドチャックで着脱できるようになっております。そして裾はアシンメトリーのデザインになっていて、左側が長いデザインになってます。こんな感じですね。右側は短いので、なのでこれ1枚でも合わせてもよかったんですけど、このつけスカーフをつけてみました。今年このレースのアイテムがトレンドで、特に春だとキャミワンピとかキャミソールがすごく出ていたと思うんですけど、やっぱ
り夏になるとキャミソールをさらに下に1枚着るってちょっと暑かったりするので、多分この付けタイプが出てるんじゃないかなと思います。このままつけるだけでこういうアシンメトリーな感じでつけれるので、こんな感じでサイドで縛っているだけです。近くで見るとこんな感じです。レースとサテンのアイテムになっていて、今回カラー展開も豊富で、最初はこのトップスと合わせたイエローにしようかなって思ったんですけど、やっぱこの白と黒のアクセントが素敵だなと思ったので、今回はこっちにしました。そして今回私が初挑戦のアイテム2つ目、ハーフパンツです。今年の春夏はハーフパンツがトレンドということで、ちょっとね丈感が結構難しくて、ちょっと一歩間違えると足が短く見えてしまったり、意外と難易度の高いアイテムではあるんですけど、今回取り入れてみたら意外といけそうな感じがしました。ポイントとしては膝上のものを選びました。今回何個か試着してみて、膝下のワイドパンツとかも合わせてみたんですけど、骨格ウェーブの私は膝のこの中途半端丈とかちょっと膝下になるとどうしてもこう膝下の短さが目立ってしまう感じがしたので、ギリ許容範囲はこの膝ちょっと上ぐらいかなと思いました。もうちょっと細身なものもあったらいいなって思ってたんですけど、今の H&M とか GU とかユニクロにはなかったので、ちょっとこのゆったりしたタイプがいいかなと思ってこれにしてみました。生地はリネンが入っているので本当に涼しげで、夏は大活躍な感じですね。ポケットがついていて、全体的にゆったりとしたシルエットになってます。全体でシルエットを見るとこんな感じです。足元もサンダルで抜け感を出したので、できたらハーフパンツ履くときはヒールの方がスタイルアップして見えるかなと思うんですけど、ぺったんこ派の人が多いと思うので、そういう方はこういうグラディエーターサンダルとかおすすめです。白で夏っぽくてお気に入りのアイテムになりました。はい、そして3着目がこちらです。もうこれはピカルといえばこれって感じのちょっと甘めなワンピになってます。こちらも見ていきましょう。トップス周りはこんな感じです。腰周りまでシャーリングが入っていて、結構伸びる素材になってます。で、お袖はちょっとふんわりとしたパフスリーブになっていて、腕のところにはゴムが入っているようなデザインです。首元は丸くなっていて、ちょっと詰まり気味かなという感じです。こう見るとトップス周りは細身に見えるんですけど、シャーリングが入ってるので意外と着心地よくゆったりは着れるかなと思います。ただ二の腕のところにもゴムが入っているので、ここはちょっと気になる方は多いんじゃないかなと思いました。結構しっかりゴムが入っているのでちょっときつくなる感じもありますね。後ろもしっかりシャーリングが入っているデザインです。だいたいこういうワンピースってこの胸下切り替えが多いんですけど、これは結構腰ぐらいまであるので、最初骨格ウェーブだとスタイル悪く見えるんじゃないかなと思ったんですけど、意外といけそうな感じでした。腰の下で切り替えになっているようなデザインなので、ここからふわっと裾に向かって広がるようなシルエットになってます。結構ボリューム感のあるスカートに見えますよね。そして丈なんですけど結構長めで巻き下丈なんですよ。なので今私の身長でぺったんこで履くと完全にくるぶしが隠れるような丈感になっているので、小柄な方だとヒールを履いた方がいいんじゃないかなと思いました。一周回ってみます。こんな感じで結構長めに見えますよね。ただこのふわっと広がるスカートのシルエット本当に可愛いですよね。生地を近くで見るとこんな感じで、これも夏っぽい感じの涼しげな素材になってます。で、色味がすごく可愛くて、ちょっとパープルっぽい薄ピンクみたいな感じになっていて、あんまりない色だなと思ったのでかぶりにくそうなカラーになってます。
い、そしてお次が H&M のトップスと中にユニクロのブラトップのタンクトップを着ています。そしてボトムはユニクロのタックワイドパンツを着用しています。それでは早速見ていきましょう。こちらの2連のネックレスは自由のものになってます。これ2連は別々になっているので単体でも使えるタイプで、結構これもどんなお洋服にも合わせやすいので登場頻度が高いアイテムです。こちらインナーがユニクロのブラトップのタンクトップになってます。ちょっと胸は開き気味のやつで、後ろはこんな形になってます。このタンクトップはセールで結構安くなってたので買いました。インナーとしても使えるし、タンクトップ単体でも着れるので本当に何枚あってもいいアイテムです。夏はもうこれ1枚で過ごしたいですよね。そして皆さん一番気になっているであろうこの H&M のバルーンキャミソールです。これ本当に可愛いです。結構ボリューム感があるバルーンシルエットになっていて、やっぱキャミなので1枚で着てもいいんですけど、半袖と合わせるか、こんな感じ暑い時はもうタンクトップ1枚で合わせるのがいいかなと思います。素材を近くで見るとこんな感じで割とこうシャカシャカとしたカジュアルな素材になってます。胸元の開き具合は、そこまで開いてないんですけど、肩にアジャスターがついているのでもうちょっと下に着ることもできるし、上げて着ることもできるのでそこは調整できそうな感じです。後ろチャックで着脱できるタイプになってます。こんな感じです。普通のジャストサイズで着ると私の身長で腰にかかるくらいの丈感になっているので、こういうパンツとかデニムと合わせると可愛いかなと思います。あとはスリムなスカートとも合うし、フレアスカートも合わなくはないけどちょっとボリューム感がすごいかなっていう感じにはなりそうですね。カラー展開はブラックとこちらのグレーがあったんですけど、ブラックがもうサイズ展開がほぼ売り切れちゃってて、今回グレーにしたんですけど、グレーにしてよかったなって思いました。そこまでカジュアルすぎるグレーな感じでもないので意外と使いやすい色味かなと思います。裾はゴムが入ってないので伸縮性は全くない感じになってますね。全体のシルエットはこんな感じです。やっぱり今年引き続きこういうペプラム型のシルエットとこういうパンツ合わせのコーデがすごく人気で、やっぱり動画で紹介してもかなり反応がいいアイテムたちになってます。そしてズボンはユニクロのタックワイドパンツになってます。夏になるとこの白がかなり活躍するので、もう何年目ってくらいにずっと履いている愛用のアイテムです。きれいめのコーデもいけるしカジュアルコーデにもいけるので、このユニクロのタックワイドパンツは本当に色違いでぜひぜひ皆さんにおすすめしたい商品です。とウエストが緩めだったので今ベルトをつけてるんですけど、ジャストウエストで履いて私の身長でこのぐらいの丈感です。オンラインだと丈短めとか長めとかも確かあったと思うので、小柄な方とか高身長の方はオンラインで買うのもおすすめです。はい、そして6コーデ目です。上下どちらも H&M のアイテムになってます。それでは見ていきましょう。こちらはスカラップレースのブラウスになってます。首元に大きめの襟がついていて、お袖がちょっとフリルになっています。インナーはさっきのユニクロのタンクトップをそのまま着ています。結構深めの V ネックなのでちょっと油断したらね若干インナーが見えちゃうんですけど、このユニクロのインナーは若干詰まり気味なので V ネックとの相性はあんまり良くないかもしれないですね。4箇所にタックが入っているデザインになっていて、一番のポイントはこちらの裾のスカラップレースかなと思います。すごく可愛いですよね。こんな感じで夏らしいデザインになってます。裾に向かって広がるようなデザインになってます。そしてこちらがデニムのハイウエストショーパンになってます。今年の夏も本当に暑くなるんだろうなって思ったので、もう長いズボン履いてられないなって思ったので、ちょっと楽で綺麗めに履けるデニムショーパンを探していてちょうどいいのがあったので買ってみました。ウエストは紐で結ぶタイプになっていてちょっとカジュアルな印象にはなるんですけど、こんな感じで裾に向かって広がるようなシルエットになっているので足が本当に細く見えます。ショートパンツってやっぱりこうタイトになると本当に足細い人じゃないと結構ね履くの難しかったりするので、大人でも履きやすいショーパンってこうちょっとゆったり
スカートみたいになってるシルエットがおすすめです。ポケットもしっかりついているので、そこも安心感があるデザインです。色が確か3色展開だったと思うんですけど、これが一番濃い色です。デニムってやっぱり薄くなるほどちょっとチープ感が出るというか、ちょっと難しかったりするんですよ。カジュアルなデザインの時は濃いめのものを選ぶと失敗しにくいかなと思います。全体のシルエットはこんな感じです。涼しげな夏コーデになってます。できたらショーパンの時はヒール合わせの方がスタイルアップはするんですけど、もう夏は本当に暑いので楽さも取りたい、涼しさも取りたいということで、ぺったんこのサンダルで合わせてみました。このショーパンは楽で生地も柔らかくて、デニムだと夏場はすごく暑い印象あるんですけど、これだとね夏でも全然履けそうな感じです。近所のお出かけにもいいし、ちょっときれいめな服に合わせたい時でもかなり万能なアイテムかなと思います。そして7着目がこちらのボーダーワンピースを紹介していきます。今年ボーダーのアイテムすごく人気ですよね。私は今回こちらカジュアルに着たいなと思って購入しました。首元は結構詰まり気味なアイテムで、お袖はしっかり長めなので二の腕もちゃんとカバーできるタイプになってます。ウエスト周りも結構ゆとりがあるので、私は今回 XS サイズを購入したんですけど、それでも割とゆったりしています。ただ首元とかはやっぱり XS の仕様で若干小さめに作られているなという感じがしたので、ここがちょっと不安だなっていう方はいつものサイズ感でいいかなと思います。もうちょっとスリムにぴったりサイズで着たいっていう方はワンサイズ下げてもいいかなという感じです。このタイプはすごくスタイルアップする感じではないので、普段使いで使うのがいいかなと思います。ただもう夏になってくるともう暑すぎてもうおしゃれ考えられてないという時はもうこれ1枚で全然過ごせるので、そういう時に活躍しそうな感じです。全体的なシルエットはこんな感じです。本当にシンプルなカットソータイプのワンピースなんですけど、一つポイントはこのサイドのスリットかなと思います。結構ねしっかり膝上ぐらいまであるので、ここが普通の T シャツワンピっぽい感じとちょっとデザインが違うなと思いました。可愛いですよね。ストンとしたストレートシルエットになっているので、サンダル合わせでもいいしスニーカー合わせでもどちらでも合わせやすいかなと思います。結構ね大胆なスリットが入っているので、足はすごく綺麗に見えるんじゃないかなと思いました。後ろから見るとこんな感じです。腰や足回りもかなりゆとりがあるタイプです。はい、というわけで今回はユニクロ GU H&M で買い足した初夏の1週間コーデを紹介していきました。着用したアイテムは全て概要欄に貼っているので、ぜひぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは引き続きおしゃれや着こなしのヒントを紹介していきます。この動画が参考になったよっていう方はぜひぜひチャンネル登録と高評価、コメントをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。